人間死んだらどうなるかという以前の動画の中で話されていた、これ結構昔の動画ですね。他の生命体神や鬼が人間のエネルギーを食としていると話されていましたが、もしそういう神とか鬼のターゲットになった場合、逃れることは可能でしょうか。また防ぐ方法などはありますか、ということです。それって別に私は科学的に立証してデータ取って言ってることじゃなくて、一般的に言われてることをね、言ってるだけですね。だから宗教っていうのはそういうことでね、客観的に立証できないものももう言ってしまうんですよ。仏教もそんなもんなんです。他の宗教もそんなもんなんです。だから一般人が色立ててもしょうがないんです。でこれも昔からのね仏教世界でもある考えで、仏教どことこでいたってもね、ヒンドゥー教でもね、ヒンドゥー文化でも同じ考えがあるんですね。そこでなんとなくこの例の話っていうのはね、インド、スリランカ、ミャンマーだけじゃなくてね、他の宗教の文化にあるしね。だから聖書を読んでみると、イエス様っていうのはただの祈祷師でしょ。祈祷師ですだっけ。エクソシストですね。悪魔払いやってる、人でしたから、やっぱりユダヤ人も結構信じていたんですね。だから本当かどうかよくわからないよ。だからこの方は心配しているのは、自分がターゲットになったらやべえってことなんですね。それが一概に悪いことじゃないんです。物事は悪いといいとこんなふうに切って分けることはちょっとやめた方がいいんですよ。例えば私言ったっても、何億の生命体この中に住んでいるでしょうに。億じゃないね、超単位で生命が住んでいるんです。だから向こうはこの体自分で使ってるでしょうに。それは決して悪いことじゃないでしょうに。細胞を見たってもミトコンドリアがいるんだから。ミトコンドリアには細胞の中でしか生活できない。だからそれでお互いに助け合って生活しているんです。だからそういうふうに見ても、例えば当時でインドの人々はこういうマイクロ存在は知らなかったとしましょう。微生物です。微生物の世界はね、顕微鏡でもなかなか発見しがたいぐらいの小さなビーラスもそうなんで、ビーラスと同じのパターンの生命見るし、このビーラスっていうのは体に害を与えるからなんですね。でバクテリアっていうのはたくさんいるし、でビーラス形のものもあるんですね。体にいるんですよ。別に仲良くしているんです。それでもしインドの人々はそんなことを知らなかったら、やっぱりこれはなんとか例通して説明しなくちゃあかんですね。例えば外から何か何でしたっけ、ビールスが感染しちゃった、なんか調子が悪いで、そうすると何かに悪霊に
とらわれたっていうふうに言った可能性っていうのは、これは大体そう言ったでしょう、昔は。ですからこの例えばそのいろんな文化にあるこの祈祷追い払い習慣っていうのは結局は清め儀式なんですね。だから清めたら病気治るというね、今我々もやってますね、一生懸命手をちゃんと消毒したりね。で私も喉のスプレーをずっと使ってるしね。だからあれですよ、昔みんな太鼓叩いてやっていたの。だから私は他の文化知らんだけど、自分の国の文化のことをチラチラと、私はコランボあたりで生まれたバカだから、あんまり田舎のことをほとんど知らないんですけど、一応話聞くんですね。だからなんかそういう悪霊払い除霊なんか儀式やってるとこ、今やらないんで金がかかるんです。昔は金かからなかったんです。ですからそれの儀式のやり方を見ると、もう初めからも清め儀式なんですね。いわゆるきれいにするんで、家をすごくきれいにして、もういろんなこの殺菌作用がある植物を持ってきて、それで祭壇作ったりして、よく使うのはこのレモンの小さいやつありますね、ライムとターメリックっていうのはもう生のやつね、ものすごい殺菌作用と体の抵抗するエネルギーをものすごく作るんです。だから料理に毎日入れて食べてもいいということで、まあ大体スリランカ的なもの食べると、私は毎日ちょっと体には入れちゃうんですね。だからこのターメリックのこの生のものは結構使ってるんですね。これでもう最近なんかはもういるわけないでしょうね。特に病気になってる人が狙い撃ちで清めるんですね。それで2日3日で病気治って、祈祷がうまくいったという話になるんで、迷信的な方がもう表彰状を持って逃げるんだけどね、起きたのは別な科学的な働きなんですね。だからはい、それで話に戻りますけど、私たちには実際霊が人に邪魔するということはね、こういう公の言葉としては言えるものじゃなくてね、一応そういう信仰もありますね。だからそれでじゃあ一旦話のために必ずそういうふうにいろんな霊たちがいるとしましょう。そこでどうしてもこの自分が、ある霊がこの人間に好きますと決めたら、その霊がその人間も応援しながら自分も生き延びるというケースもあるし、母体に邪魔するケースもありますね。だからそこは共存する場合はこの相手にも面倒くさくない、相手も助かる場合もあるし、相手にとっては迷惑っていう場合もありますから、両方ありますね。だから一概にこれはやばいというふうに言わない方がいいんですね。
じゃあ仏教の一般人の仏教の話から言うと、例えば自分がすごく怒り嫉妬でいると、この怒りの心の波長が発信するでしょ。だからこの霊たちにはこの肉体はあまり関係、我々の肉体も地球の数値も同じものであまり関係ないんですね。だから心から発信する波長が大事な、それは感じるんですね。それで例えば嫉妬を栄養にしている霊がいたら、あの辺に行けば結構電波がありますよと。そちらに群がっちゃうんですね。そうすると一層エネルギー絞りましょうということで、さらに嫉妬憎しみが生まれるようにしてあげるんです。だから霊の方が悪いことやってないんです。自分が栄養を取るために取った生命体を育てているんです。もっと怒れと、もっと嫉妬しなさいと、もっと落ち込めとサポートしているんです。だから霊の方が悪いことしてないんです。しかし人間社会から見れば、そういう人々はすごい病気で治りがたくて、もうやがてもう発狂して人生終わっちゃうんですね。だから我々人間には道徳的な生き方が必要なんです。だから我々人間が嫉妬、怒り、憎しみ、打ち込むなどが良くないと。それ良くないんだったら何が良いのかと聞いちゃうと、やっぱり優しさ、慈しみ、仲良くすること、調和などでしょ。だから我々は心からそのエネルギーを発信すると、当然そこを栄養にしている霊たちが群がっちゃうんです。そこでそちらも同じことをするんです。例えば慈しみをやってる場合は、そういう霊、その場合我々は神と呼んですけどね、人間の都合で神と呼んです。でそれで来たらサポートするんです。もっと慈しみを実践できるように。だからその人はなんか人と喋ってもみんな言うことを聞いてくれるわ。人に何か頼んだら喜んで「いいよ、すごくぜひよく頼んでよかったね」という感じでなんかやってくれるわ。こちらおのずから「いい人ですね、幸福でありますよね」と思える人間になってしまうんですよ。だから人間の角度から見ればそれは素晴らしいことでしょ。ですから選択するのは人間なんです。霊がついてこないようにっていうことはこれは無理です。それは細菌と同じと思ってください。未生物は出ていけと言っちゃうと死んでくださいなんです。それは無理です。我々は未生物ともいろんな細菌ね、悪い細菌であってもできるだけ仲良くする、いわゆる共存する方を学ばなくちゃいけないんですね。だから今のコロナウイルスだってもなかなか地球上から消えていく気配はないんですね。それであと1年ぐらい経つと人間慣れてしまうんですね。そうすると他の伝染病と同じくそういう病気もありますのでよく知って、あの辺でなんか病気になったみたい、じゃあそこら辺こういうふうに気をつけましょうとかね、こういう治療しましょうということになっちゃうんですね。だから突然地球上にコロナウイルス COVID-19 っていうやつが現れたんだから、みんな知らないものだからすっごい大騒ぎしたんですね。当然我々にも適応できないんだから、ものすごいからすごい人が死んでいったしね。でどんどん死ぬ箇所が減るんですよ。
治す人々の方がどんどん多くなっちゃうんですね。年寄りの方々とかね、まあそれはコロナでなくたっても良化の病気でもかかっちゃうともうダメですから、コロナのせいにするのは良くないんですよ。すごい心臓が弱くて肺も弱い人には突然風邪がひいたっても風邪がもう治らなくて死んでしまったっていうことはありますからね、そういうことだからこの我々にとっては多能生命は地域って生き方はできない。だからこの昔の人々はあまりも霊に引っかかっていたんだから、この霊の話があるだけで現代人がそんなに無視したってもいいんです。別に私は知りませんだからね、関係ないやと言ったっても別にいいんです。ビールスなんか私の体いるわけないやと思ってもいいし、いるかもしれませんと思ったってもいいし、どうったことはないでしょ。だからしかし私はどう生きるかっていうことが大事な問題なんです。ビーナスなんか私は怖くないよと言うのはいいんだけど、自分が自分の身を守らなくちゃいけないんです。はい、そういうことだから我々に答えはいつでも慈しみの気持ちで自力者の気持ちで生活すれば、経典にもありますね、神々に好かれると、霊たちも邪魔しないで守ってあげると。で霊の中でもやっぱり優しい波長を出している場合は例えばこっちで優しい波長を出している場合は、この嫉妬で栄養を受けてる霊が来ても何もできないんですね。あんた嫉妬してみたらどうですかと、何か誘惑なんとかする刺激することはできないんです。こちらもともと嫉妬の種持っていないと。でコネクションが起こらないんですね。だから一般人にとってもなんとなく落ち込むと次から次へと落ち込むでしょ。嫉妬始めたらずる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 それだけ。怒りが出てきたらこのある人にあることについて怒ったんだけど、飼ってる犬猫にも怒る羽目になってしまうんですね。あんたもうるさいやとかね、何もやってないんだけどね、そうやって拡大するんですね。そういう経験みんなにあると思います。だから悪い波長が生まれたら悪い波長を拡大する。良い波長が生まれたらちょっと頑張って拡大しなくちゃいけないんだっていうことはみんな分かってるでしょ。そういうことでそういうふうに頑張っていただきたいんです。はい。はい、ありがとうございます。